こんにちは、うりうりばあちゃんです。私ね、最近ボイシーを始めたんですよ。ほいてね、YouTube もポッドキャストっていうのが今年からできたじゃないですか。で、私も自分のお話だけのやつはポッドキャストに作ったんだけど、で、せっかくボイシーもポッドキャストみたいなもんだから、じゃあ同じやつを YouTube にもやろうと思って、ポッドキャストを YouTube のポッドキャストじゃなくもだけど、ボイシーの音のポッドキャストもやろうと思って、向こうは顔出さなくていいから楽なんだけど、こっちはね、顔出さなきゃいけないからね、まああれだけど、そして始めます。ボイシーは火曜日がこの森の中のささやかなお話でね、金曜日は私の小さい頃の山口県の記憶、それを7時から5分か10分程度話して、それから68歳つつましくも贅沢な暮らし、あれをねちょっとずつ読んでいこうかなと思って、それが週1回で週3回やろうと思ってるの。せっかく原稿書いたから YouTube にも出します。で、今日は森のささやかなお話なんですけど、この前ね、デッキのペンキをやっと塗ったの。本当はね、1年に1回くらい塗った方がいいんだけど、ずっと塗りたいと思ってるうちに3年経ってしまって、もう木の塗装がね、生えてきてたの。こりゃまずいなと思って、やっと塗った。で、いつもキシラデコールっていうのを塗るの、油性のやつでちょっと高いんだけどなかったの。も家の中を家探ししたらペンキは結構いっぱいある。私塗るの趣味だから柿渋塗ってもよかったんだけど、余ってるやつがあって、多分人がくれたんだと思うの。2本あったの、このぐらいのやつがね。で、1個はもう中が繊維みたいになって固まって、あんななるんだね、白くなって焦げ茶色なのに。で、それは使えなくて、もう一個がこのぐらいのが半分ぐらいまだあって、少し硬くなって、硬いったって薄めれば塗れる状態だったから、いつもキシラでは薄め液ってシンナーを混ぜてるから、もうそのつもりでシンナーポチョッと入れたら、それ水性だったのね。水入れなきゃいけなかったのよ。だからなんかプチプチプチって弾いて、で慌てて水入れて、それからこうぐるぐる混ぜて塗りました。塗るのはね大したことないんだよ。バーってすぐ塗れるから、思うまでが大変なのよね。塗ろうと思って、えいやーって塗ればもうなんてことないのよ。デッキなんかほら別にどっかに作ったこともないでしょ。家のこういうやつだったらね、こっち側についちゃいけないから養生するとかいろいろあって大変だけど、下も落ちたらいけないとかね、楽なのよ。早く塗りゃよかった。塗らなかった。ほいで1回塗って乾いてもう1回塗れたの。うちのここ狭いからね、前こっちも全部屋根のとこもサンルームも電気だったけど、サンルームになったからこっちがそんなにないから、デッキもね屋根がついてたらそれほど気にしなくてもいいでしょ。だけど野ざらしだとね、やっぱ劣化は早いよ。1年に1回塗った方がいい、理想はね。で、私ねデッキってね好きなのよ。家の中でもないし、庭っちゃ庭だけど庭でもないような、なんか曖昧なこうもやもやっとした、家でも庭でもないこう中間みたいな感じで、そこがすごい好きなのよ。で、ここで梅干し干したりお野菜干したりとか、なんかいろんなもの干したりとか作業もできるでしょ。で、ちょっと人が来てもお茶飲んでもらってもいいじゃない。で、家の中まで上がるっていうのは敷居が高いって言うじゃないですか。敷居をまたいで上がるのっていうのは大変なのよ、日本人ってね、外国みたいに靴履いてチュチュチュだと割といいかもしれないけど、脱いで、でもう一つ高くなってどっこいしょだから、本当に、ちょっと人を寄せつけないようなところもあるのかもね、外部の人。それだけど土間とかデッキまではウェルカムっていうかね、そんな感じじゃないのかな。昔小金井市だったかな、そこに住んでたのよ。で、東京ってだいたい塀が高かったり、塀があって庭って見えないとこ多いよね。だけどそこの小金井に住んでて、どっか行くのにツン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 歩いて、ひょっと見たらこっちが左側だったの。
駅に向かっていくところの左側に割とどんぐらい、私には広く見えたけど、濡れ縁しか知らないね20代頃だから、でこう庭に広いデッキがあって、すごく素敵に見えたの。それでいいな、こんなお庭にデッキがあるうちに住みたいな、憧れだなってね、その時すごい思ったの。すごいでもないけど、思ったのよ。見たのはそれ一回こっきりで、私は今もお金ないけど、前はもっとお金なくて、家を建てようとか一切先のことも何にも思ってなかったわけ。何をしようとか、どうやって生きようとか何にも思わないで、ただただ機織りが上手くなりたいって、それしか考えてなかったんだよね。かすりの着物を織れるようになりたいな、なんかかっこいいっていうかね、いい機織り上手になりたいなとか、それしか思ってなかったから、家を建てるなんてもう金輪際思いもしないし、だけどそのデッキは素敵、こんな家住みたいって憧れたの。一回こっきりだけね。それは終わったんだけど、それでねここに住んでデッキがあって、そこでお茶飲んでると思い出す時あるの、たまに。それまで全然思ったこともなかったんだけど、そういえばあんな家見て、私ああいうデッキのある家に住みたいな、素敵だなって思ったなっていうのをね、今になって思い出すことがある。森の家とか、森の家かなの三種の神器って、まずどこでも田舎っていうか、そういうとこは車は必要でしょ。これはもう本当にないと生きていけない。持ってない人もいるけど、免許もない人もいるけど、大体不便だからないといけないよね。それから薪ストーブね。これは今となればいろんな暖房があるからなくてもいいけど、あった方がよりいいと思うよ。それからデッキはね、森の家とか田舎とかってもうすぐ自然だから、ひょいっと庭に降りて楽しむんじゃなくて、その中間のデッキで自然を感じられるっていうのが一体感があって、庭でもね感じられるけど、もうちょっといいなって思う、デッキはあった方がいいと思う。庭でもデッキでもいいけど、そこで自然を感じて、薪ストーブも自然を感じられるものかなっていうの思うのよ。火っていうのは命に直結するものでしょ。昔は暖を取るのも食べるのもね、火を模していたわけだから、人間のずっと営んできた DNA に火を使うっていうことは刻まれていると思うの。今はもうガスの火だったり IH のねやつだったりして火は見えないかもしれないけど、やっぱりまだその DNA の中には火がバンバン燃えてるとことかあると思うんだよ。でやっぱり火を見ると人間って落ち着くんじゃないの。そういう昔ながらの気持ちもあるし、そうやって暖を取るのも食べるのも命に関わりながら火を使ってきたわけだから、それが人間に帰るっていう、ちょっと大げさかもしれんけど、そういう感じがあるんじゃないかなと思う。だからデッキで自然を見て、火で自然を感じて大事だなと思うよ。でもこの2つとも、車もよね、メンテナンスが大事。いや他も大事だよね。人間もメンテナンス大事だし、だけど、この2つも大事よね、メンテナンスって。ストーブは煙突掃除しなかったら、そこに溜まったタールに火が引火してバックファイヤーっていうのになるじゃないですか。デッキだってよくよく手入れしないと傷むから、煙突みたいに危険ってわけじゃないけど、持ちは良くなるよ。でデッキはね、雪が降ったら雪かきもしないと、雪たまりっぱなしにしていたら早くダメになる。車も家もね、全部メンテナンスは大事よね。人の体もねって思うと全部ちょっと私あんまりメンテナンス全部してないからドツボにはまるんだけど、何でもメンテナンスは大事ですよね。頑張りましょうという今日はささやかなお話でした。第1回目でございます。ではまたよろしくお願いします。